タラズです。今日はね、前回はインテリアが完成ですね。完成したので、外装だね、ボディ側をね、最後やっていきます。でボディ側は一回塗装全体かけてあるんで、その時にね、バンパー類はね、一応仮付けはしてあるんですよね。で一回全部外してます。なのでね、まずこいつバンパーホース、リアのバンパーホースだね。こいつね、単管で補強してあります。トランクバーをね、買おうと思ったんだけど、これに溶接しても同じじゃねえと思ってさ、これでね、単管で激安補強ってことでね、これをね、溶接してね、で、バンパーホースの裏にね、こう見えないようにしてあります。サビテクトでね、ちょっとね、塗装して、で、つけていきます。でつける側、つける際にはね、こっちの触る面はね、まだね、塗装してないです。これからね、塗装していきます。これもね、一回ついてたものなので、すんなりつきます。でね、中から、トランク側からね、しっかり、閉めて、で、これでね、装着完成です。でやっぱりサビとかあるんで、またね、サビテクト塗っていきます。このサビテクトね、すごいいいんですけど、本当に乾きにくいです。乾きにくいっていうよりもね、乾かない乾かない感じです。サビ止めのノックスドール、分かる人は分かると思うんですけど、ボルボとか、結構ね、輸入車に使われてるサビ止めに非常に似てます。ノックスドールとかもこうずっとね、半乾きでね、それでサビをね、防止するってやつなんですけどね、そんな感じですね。そうそう、下回りはね、よっこにサビ止め吹いてもらってます。しっかり吹きました。そう、ではね、外装いきましょう。サイドステップはドゥラックさんの GTR 用をね、以前に買ってありました。もうこの辺もね、塗装してあります。塗装してあるので、一回もう本当に仮付けしてあるんですよ。なのでね、ポンポンつけていくだけなんです。とはいえね、ボディがもう、なんていうのかな、カバーにやられてなのでね、前頭は本当にもう一回しなきゃダメです。その前にね、着地させるのが今日の目標なのでね、一回全部組んじゃいます。であとね、ビス関係ね、しっかり止めてください。しっかり止めてあげます。そう、やっぱりね、高いだけあって、めっちゃ作りはいいです。やっぱりエアロとかって安いやつはね、つけた人わかると思うんですけど、ペランペランなんだよね。ペランペラン。そう、問題が一つ。問題っていうか分かってたんですけどね。リアのブリスターと、このサイドステップ、ブリスターがね、ちょっとでかすぎんだよね。なので、サイドステップがちょっと引っ込むんですよ。ほら。で、下のラインでなんていうかな、下のカナードみたいなところ。あそこでラインがピシッと収まる感じなんですよ。なので、あそこにね、カナードをつけようと思ってます。カナードつけてね、で、やればちょっとかっこいいかなと思って。それが、分かってたんですけどね。仮組みした時にね、分かってて、ここカナードがいいなっていう風にね、やろうと思ってた箇所なんですけどね。ちょっと意外と引っ込むなと思って。本当にフィッティングもね、バッチリです。一回仮合わせしてあるからね。そう、リアバンパーもね、ドゥーラックさん。これもね、GTR 用です。サイドとリアバンパー。これはね、ドゥーラックさんですね。で、これもね、一回仮付けしてあるんです。なのでね、結構すんなりバッチリつくんですよ。やっぱりこの高いだけあって、本当に作りがしっかりしてる。だから僕は安いそのエアロとかフェンダーとか使うときはね、FRP をね、また何層か貼るんですよね。そうするとガッチリになります。そう。ここのね、ブリスターのラインにこれを合わせようと思って、意外と引っ張ると、すんなり引っ張って素直に合わせれる感じなんですよ。なので、ブリスターのラインに合わせて、で、止めるとこがなかったので、ナッターでね、取り付け部をね、新設していきます。ナッターはリベットと違って、ネジ穴を作ってあげる感じ。ネジ穴をなんていうのかな。またここに穴を開けて、そこにはネジ穴を埋めてあげるっていうね、
道具になります。これ意外と便利です。これでね、具材をこう入れて確かめてあげて、でね、ハンドナッターっていう道具があります。工具があるので、こいつでね、具材をね、しっかりと具材をね、打ち込んで、でこれでぐーっと締めてあげるんです。まあこれ電動もあるんですけどね、電動欲しいな。これ手だとね、結構きついです。結構きついこれ。しかもね、締めにくかったりするんだよな、これな。いつか電動欲しいな。まあ2箇所ぐらいね、開けておきました。まあ今つけてるところ、あそこはね、バンパーつけてボルトで締めるとね、手が入らない。結局まだね、止めれてない状況。なんか道具探さなきゃダメだな、そこな。まあいいです。装着していきましょう。まあやっぱりね、錆びてるところどんどん削いでいったので、なんていうかな、この下の方はね、止めれない状況です。なので止めれるようなその加工っていうのがね、必要になります。まあそこはね、車によってね、やっぱり全然その個体によって違うと思うので、そこはまあこうやっぱり自分でやっていくしかないよね。合わせていくしかないというか、ほぼまあ原子合わせなんで、まあもともと AR34 にね、BNR34 のエアロっていうこと自体で、ちょっとね、またサイズ感もね、変わってきます。取り付け位置もね、変わってくるんでね、完全にもう原子合わせになってます。で、まあ、塵とかね、ちょっとね、大きかったところもあるんですけど、意外とね、綺麗にね、ラインが出ました。本当に綺麗にね、ほら、本当に綺麗にラインが出たなと思って。で、まあ、ブリスターフェンダーはね、クロスファクトリーさんのブリスターフェンダー使ってるんですけど、まあ、本当に一緒に作ってるんじゃねえかぐらいでね、綺麗なね、ラインがね、出ました。で、下の部分はね、やっぱりどうしても取り付け部分まで遠いので、やっぱステートかなんかね、作るしかないですね。それはまあね、後々やっていきます。とりあえず今はね、仮合わせという形ですね。ここのバンパーとブリスターの間のちょっとね、やっぱり塵がちょっと大きいかな。それぐらいです。気になるところ。ほら。ここの真ん中のところのね、そこはちょっと大きかったぐらいですかね。フロントバンパーに入ります。フロントバンパーはね、イーストベアさんのバンパー。34顔、あれだね、GTR 顔っていうやつだね。GTR 顔に加工できるやつです。なので3点セットって言われてるやつかな。ボンネット、そしてフロントバンパー、リップ。この3点セットです。そう、すっかり忘れちゃってる。どうやってやったっけみたいな。もうね、何年も前に外したからね。そうそう、先にね、ライトをつけるっぽいです。先にライトつけてね、はめよう。で、まあ、このイーストベアさんの GTR 側にできるキットだね。まあ、このなんだ、この、ボンネットも FRP なんですよ。このね、ER34 ってね、ボンネットがまあ重いんです。まあ、GTR だとね、アルミとかカーボンになってるんですけど、この ER34 はね、鉄なんですよ。なので、まあ、乗ってる人はね、このボンネットはね、変えた方がいい。まあ、重たい。だからね、このキットを買えば、まあね、ボンネットもね、カーボンじゃねえや、FRP になります。そしてね、リップもつけて、本当にやっぱりね、高いだけあって、フィッティングがバッチリです。バッチリだな、このフィッティングは。これでね、いよいよ着地までできるかなって思ってるんですけどね、下見てください、下。わかります皆さん。そう、マフラーまだやってねえと思って、マフラーやってねえと着地できねえじゃんってことで。そう、補強パーツが邪魔でね、すんなりつかなかった。なのでね、よっこさん、見てたらお願いしますよ。見てると思うから。そう、まあね、無理やりつけてね、とりあえず着地させたかったんで、着地させます。まあ、車のね、置き場所もないんで、もうとっとと動かしたかったんですよ。さあ、見ていきましょう。
サイド引いて、サイド引いてね。それではいよいよまっすぐ出るよね。すんないかな、大丈夫かな。ゆっくりお願いします。するかもしれない。ゆっくり。あ、全然 OK でした。いやー、オーライ。あ、ちょっと待って。待ってね。後ろいいよ。あ、ストップストップストップ。いいよまだ灯火類、ウインカーとかね、ヘッドライトはついてますけど、灯火類がまだついてません。これから先ですね。灯火類つけて、で一旦ガレージにね、借りてるガレージの方にね、保管しに行きます。そこで冬のうちに塗装できればなとかはね、思ってるんですけどね。どうだろうな。恐ろしいほどの電車感だな。すげえな。純正のね、ホイールついてますけど、恐ろしいな、この電車感は。そう、灯火類とか、あとウィングとか、リアウィングもね、今回つけようと思ってます。その動画はね、次回になりますね。で、4、5年ぶりに今回着地できたってことでね。いやー、本当に長かったな。4、5年ぶりじゃねえな。半年ぶりの着地ですね。もう自力で動いたのは4、5年ぶり。やっとね、完成に近づいてます。次回はね、本当に灯火類つけて、で、あとはね、ガレージに移動するんですけど、その前にね、本当に塗装前の状態、もういろいろつけて、あとは塗装だけっていう状態にしてね、ガレージの方に移動していきたいなと思ってます。今回はね、めでたく着地できましたんでね、次回は灯火類つけて、あとね、塗装だけっていう状態にしていきますんでね、次回も楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。